ご理解第37節。生きておる間は修行中じゃ。ちょうど学者が年をとっても眼鏡をかけて本を読むようなものであろうぞ。この世はあの世のためにあるのだからの一言につきます。難儀のもとは神と氏子の間に張られた光明電線のようなものである。ありがたく修行として受けていけば、光ともなり、徳ともなるのです。私どもが難儀をいたします。難儀、困ったな、嫌だな、ということですね。その難儀のもとは、我情我欲にあるとも言われます。確かにそうだとも思います。師匠はここでその難儀のもとは神と氏子の間に張られた光明電線のようなものであると、その難儀のもとは神様と私どもとの間に張られた、光の電線ですかのようなものだと。その難儀が愛縁起縁となり、信心がいよいよ深められていくということになるのでしょうけれども、そこに至るまでにはなかなか厄介ですね。その神様のとの仲が深まる、そのために師匠は成り行きを尊び大切にするという生き方を教えてくださいました。そして私どもが成り行きを尊んでいこう、大切にしていこうといたしますけれども、その邪魔になる心、それはやはり私どもの我情我欲であると。我欲を取らなければ、その成り行きを大切にするということがなかなかできません。欲があるから、自分の我欲があるから、あるいはわがままですか、そういうものがあるから、なかなか成り行きを大切に、その成り行きを受け入れることができないということがありますね。我欲というと、欲というと、あれがしたい、これがしたいとか、あれが食べたい、これが飲みたいといったようなことに思います。やっぱり、そうですね、あれが欲しいとか、これが欲しいとか、そういうものが欲であるように思います。ところが、今朝教えていただきますのは、もう一つのそのあれがしたい、これがしたいという欲ではなく、もう一つ実はちょっとたちの悪い我欲があると。それは何かというと、したくないという何というのでしょうかね、思いというのでしょうか。これは大変ある意味たちの悪い欲だということなのですね。あれがしたい、これがしたいという欲は、それがなかなか叶わない。叶わない時には諦めるしか仕方がないということになりますけれども、したくないという方の欲は、これは身を苦しめることにもなってしまうと。たちが悪い欲だというのですね。それでその例として、私の小学校の頃のことを思い出させていただきました。
あるいじめっ子がいました。その学校に行くといじめっ子に会うからやっぱり行きたくないというような思いが湧いてきます。また宿題を忘れて朝していない。そして思い出した。宿題をしていなかった。何かそうすると学校に行きたくなくなるものですね。また今日はテストがある。しかし準備が十分にできていない。となるとまた学校に行きたくないような気になってまいります。そして行きたくないなと思います。それが今度は頭が痛かったら風邪をひいてたらよかったのになとか、お腹が痛くなったらいいのになと思ったりいたします。それでとうとうそれが高じて学校に行きたくないという思いが高じて本当にお腹が痛くなることがあります。これは仮病でも何でもありません。実際学校に行きたくないなという思いが強くなるとお腹が痛くなったりするようですね。いわば何々がしたくないということが原因で病気になったりすることがやはりあるようですね。ある意味たちの悪いしたくないですね。それはやはり何々をしたくないというのもこれは我欲の一つだと、しかもたちの悪い我欲だというのですね。ある成り行きが起こってくる。こうしてくださいという成り行きが起こってくる。でもしたくないなと思ったりいたしますね。めんどくさいなと思ったりいたします。めんどくさいからしたくないと。その身の上に起こってきた成り行きをしたくないなという思いが湧いてきます。そこからそのしたくない、それを正当化するためにいろいろなできない理由を探し出したりいたします。ある意味たちの悪い我欲の現れだというわけですね。ですからどうでも私どもの中からあれが欲しい、これが欲しい、あれがしたい、これがしたいという我欲と同時にあれはしたくない、これはしたくないというそのしたくないということも我欲の現れであると認識してそれを取り除いていく稽古をしなければならないということを今朝は教えていただくのですね。したくないという思いが私どもの心の中のどこかにあると、それが高じていわゆる病気を起こしたりもすることがあると。ですからどうでも私どもの我欲の中にその何々したくないという心があるのだということを気づかせていただき、そのことを取り除く稽古をさせていただかなければ、成り行きを尊び大切にしていくことは難しいよということなのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。